今から34年前の10月1日、石川県金沢市にあるスイミングクラブの駐車場で一人の女性が遺体となって発見される。この日、いつも通り退社した彼女は数時間後、同じ場所に遺体となって戻ってきた。彼女はどこへ連れ出され、なぜ命を奪われたのか。目撃証言によって明かされた空白の90分間。現場に残された数々の痕跡。県警は延べ6万人の捜査員を投入。かつてない大捜査を展開した。しかし解決の糸口は見えぬまま、2007年事件は時効を迎える。なぜ警察は犯人にたどり着くことができなかったのか。長い沈黙を破ったのは2度にわたって捜査を担当した元刑事だった。語られた捜査の全容、深き闇に葬り去られた事件の真相とは。石川県金沢市の南部に位置する三十狩町。田畑と住宅が混在する郊外の一角でその事件は起きた。1992年10月1日の深夜、安日家の母と長女は金沢スイミングクラブ三十狩教場まで車を走らせていた。この日、ここで勤務を終えた後、行方がわからなくなっていた次女を探しに来たのだった。線路を越えた先にマイクロバスが止められた駐車場がある。目を凝らすと、その片隅に見覚えのある黒い車が止まっていた。駐車場に入り、車へと歩み寄る二人。暗がりの中、車内を覗き込むと、そこには助手席に横たわる次女の姿があった。こんなところで寝ていたら風邪をひくよ。ドアを開け、肩を揺さぶる母。しかし反応はなく、その体からぬくもりは感じられなかった。そしてルームランプが照らした首元にうっすらと帯状の線が浮かんでいた。娘が死んでる。近くのスナックへ駆け込んだ母はそう叫んだ。時刻は0時50分を少し過ぎていた。安日千穂さん、当時20歳だった。父が市の水泳協会副会長を務める水泳一家に育ち、学生時代より水泳に親しんだ彼女。高校卒業後、金沢スイミングクラブ三十狩教場にコーチとして就職。遺体で発見された車、三菱ミラージュファビオは彼女が通勤用に購入したものだった。千穂さんの車が止まっていたのは職員駐車場。スイミングクラブからおよそ70メートル離れたこの場所。一見すると同施設の駐車場だということが分かりにくい。同僚らの証言から明らかになったのは空白の90分間。千穂さんが最後に目撃されたのは前日の19時15分ごろ。スイミングクラブでの勤務を終えた後、自宅とは反対方向に向かう姿を同僚が見ていた。千穂さんの車が再び職員駐車場で目撃されたのは20時55分ごろ。道路の向かい側から彼女の車を見ていた同僚がいた。事件が発覚した際、車は千穂さんが普段駐車していた2番付近に乱雑に止められ、フロントバンパーは縁石に接触していた。エンジンは切られていたが、鍵は刺さったまま。シフトレバーはドライブの位置にあった。誰かが慌ただしくこの場を離れていった。車はそんな状態で放置されていた。しかし隣に止めていた遅番の同僚が
21時30分過ぎに帰宅する際、この違和感に気づくことはなかったという。シートが倒された助手席に仰向けに寝かされた千穂さんの遺体。着用していた長袖シャツとオーバーオールの背面は泥で汚れ、脱げた靴の右片方がなくなっていた。オーバーオールの下腹部付近は20センチほど切り裂かれ、ブラジャーが下げられた胸部には千穂さんのものとは異なる唾液が付着していた。遺体には失禁の跡が見られたが、座席や車内から尿反応はなし。彼女が別の場所で手にかけられたということは明らかだった。現場から発見された様々な痕跡。その中から捜査本部が注目したのは、遺体の頭髪と口内から見つかった小さな歯。これが捜査に大きな進展をもたらすことになる。メタセコイア。長らく絶滅したと考えられていたが、1946年に再発見されたことから生きた化石と呼ばれる。中国原産で日本国内には自生しないこの針葉樹。当時石川県内で植えられていた場所はごくわずかだった。近郊で殺害現場の特定に当たった捜査員は、ほどなくしてメタセコイアの若木に囲まれたリンゴ園にたどり着く。県農業総合試験場果実実証法。遺体発見現場からおよそ7キロ離れたその場所は、安実家の自宅から目と鼻の先だった。南東側の細い農道を進むと、園内へと続く入り口が現れる。そこからおよそ5メートルのところで、千穂さんの右片方の靴、そして複数の毛髪が発見された。付近から激しく揉み合った形跡が確認されたことから、捜査本部はここを殺害現場と断定。農道の泥は千穂さんの車に付着していたものと一致し、奥には U ターンしようとしたことを示すタイヤ痕も確認された。入り口にゲートなどもなく、職員がいなくなる17時15分以降は誰でも自由に出入りできたこの場所。隣接するマットーグリーンパークのテニスコート職員によると、夜は22時過ぎまでゴルフ場の照明がついているが、その光が漏れるだけで果樹園の中はほとんど真っ暗。こうした環境から時折男女が車でこの場所に訪れていたという。実際事件当日にも別の男女が車を止めていたことが発覚。21時30分頃から30分ほど滞在した彼らは、その間他の車はなかったと証言した。街灯のない農道で犯行に及んだ後、千穂さんの車で職員駐車場へと戻った犯人。捜査本部では早くから土地勘を有する顔見知りによる犯行との見方が強まっていた。仕事を終えた千穂さんが向かったのは自宅とは逆方向。誰かと待ち合わせをしていたと思われるが、その相手や行き先を知る者はいなかった。当時千穂さんに特定の交際相手はいなかったとされている。しかし事件のおよそ1ヶ月前から自宅にはたびたび男性から電話がかかってきていた。父が電話を取ると、男性は千穂さんはいませんかと尋ね、それ以上は何も言わず電話を切ったという。捜査本部は千穂さんが中学時代より綴っていた手帳を入手。交友関係を中心に複数の個人名が記されていた。こうした事情からか、捜査対象者は広範囲にわたったという。初動捜査はあらゆる可能性を想定し大きく構えた。後で見落としがあってはならないという思いからだった。事件からおよそ1週間後、捜査責任者の漆原信秀県警刑事部長が記者会見を開く。現段階では犯人は捜査の範囲内に入っている。捜査は進展しているかに思われた。しかし
事件を担当した一人の刑事が後に語った捜査の実態は、その見通しとは大きく異なるものだった。西村虎夫、県警捜査一課特捜係長として事件の捜査を担当。西村氏は退職後、本事件を題材とした書籍「千穂ちゃんごめん」を執筆。かつて捜査の最前線に立った刑事自らが筆を取るという異例の形で、当時の捜査の実情と自身の胸中を書き記した。事件発生直後、西村氏が疑問視したのはその捜査体制だった。捜査本部が仮設された遺体発見現場付近の大ぬか公民館、初動捜査の拠点となる場所だった。しかし、そこに聞き込み調書や目撃情報、現場写真といった捜査の根幹をなす資料は集約されなかった。帳場に写真などを置いておけば内容が報道に漏れるので、本署へ持っていけ。マスコミへの情報漏洩を恐れた捜査幹部が捜査資料の共有を制限したのだ。多くの捜査員は断片的な情報をもとに捜査を進めることを強いられた。西村氏自身も遺留品である毛糸の存在を認識したのは捜査開始から1ヶ月後のことだったという。遺体に付着していた2本の毛糸、生成の特殊なものとの見立てから極秘情報として現場捜査員には伏せられていた。末端の捜査員が情報を漏らすと考えた捜査幹部の方針に西村氏は強い違和感を覚えていた。情報は雨漏りと一緒で、下から漏れることはありえず上から漏れるのだ。そんな中、捜査幹部の一人から聞き込みに向かう捜査員へある指示が出される。この事件は父親が犯人に間違いないから、父親に関するどんな情報でも取ってこい。千穂さんが生命保険に加入していた点に着目した一部捜査幹部の間で、父を有力視する見方が強まっていたのだ。殺害現場が自宅近くであることや、遺体が職員駐車場に戻されていた点なども判断材料とされたが、いずれも決定的な証拠とは言い難かった。それでもその見立ては捜査員の聞き込みに反映され、やがて地域住民の間に浸透していった。保険金目的の殺人じゃないか。事件は進展を見せないまま時間だけが過ぎ、父親が犯人ではないかという噂だけを残し、人々の記憶から薄れていった。警察の手によって名誉を侵害された一般人が、その後の捜査でも疑いを晴らしてもらうこともなく、永遠に名誉を回復する術を失ってしまっている現実があった。西村氏が「千穂ちゃんごめん」を執筆した最大の理由はここにあった。一度捜査を離れた西村氏が特捜班長として再び捜査を命じられた時、すでに10年という歳月が流れていた。しかし犯人の検挙はおろか、凶器の特定すらされていなかった。遺体の首に残された索状痕から折り目模様のある紐状のものとされた凶器。現場から該当するものが見つからず、長らく不明とされていた。西村氏は改めて検証を重ねた結果、この凶器が千穂さんの着用していたオーバーオールの左肩吊りベルトである可能性が高いことを突き止める。鑑識係の計測ミスにより索状痕と一致しないと判断されたそのベルトは凶器として検討されることがなかったのだ。凶器の特定をきっかけに長い停滞の時を経て再び動き始めた事件。西村氏は犯人は千穂さんと面識がありながら捜査の過程で見過ごされていた人物であると判断。それまで捜査対象となった人物のアリバイを洗い直していった。
そうして浮かび上がってきたのが、事件から半年後に捜査線上から外れていた Y という男だった。遺体の胸部に付着した唾液の血液型に適合することから名前が挙がった関係者の一人である。Y は事件当日17時30分と21時20分に同じ場所で目撃されていたことから当初アリバイありと判断された。しかし後にその間ずっとその場所にいたという裏付けは取れていなかったことが明らかになる。西村氏が Y を有力視する上で注目したのは、空白の90分間における2つの不可解な目撃情報だった。19時30分ごろ、遺体発見現場から約5キロ北に位置する有松交差点でミラージュファビオが目撃される。交差点を左折していったその車を運転していたのは男性だったという。2つ目は20時40分ごろ、大ぬか3丁目の路上、女性が脇道から大通りへ出てくるミラージュファビオを目撃。この女性は日常的に占いに親しんでおり、この車のナンバー4桁の合計が19という強数になることに気づく。千穂さんの車のナンバーの合計と一致する。運転席の後ろから若い男性のような短い髪のシルエットが見えた。女性の証言から運転手の身長は175センチ前後と推定された。一方、助手席はシートが倒されており、乗員の姿は見えなかったという。殺害現場のリンゴ園とは反対方向にあり、当初捜査に混乱をもたらしたこれらの目撃情報、西村氏にとって Y の犯行を裏付ける重要な手がかりとなった。被害者に比較的近い交友関係にあったとされる男 Y。 西村氏はその素性を伏せながらも Y による犯行とする仮説を示した。退社後、千穂さんが向かったのは Y との待ち合わせ場所。西村氏は Y の生活圏や行動パターンなどからその場所をアップルグリム高尾店の駐車場付近と見ている。合流後、2人は運転を交代した後北上。目撃情報のあった有松交差点で左折、その後も直進と左折を繰り返し、やがて車はモーテル街道と呼ばれる路地へと入っていく。Y が千穂さんと運転を変わったのは彼女をモーテルへ連れ込む意図があったためだと西村氏は推察する。それを千穂さんに拒まれた Y はそのまま南下し、リンゴ園南東側の農道へと進入。車内で卑猥な行為に及ぼうとした Y に対し、千穂さんは車を降りてその場から離れようとした。 Y はそれを追いかけ、彼女を押し倒して馬乗りになる。もみ合いの末にオーバーオールの左肩釣りベルトを首に回し、抵抗する彼女の首を絞めた。突発的に千穂さんを手にかけた Y だったが、遺体を車まで運ぶとその場を後にした。 Y は犯行を変質者の仕業に見せかけるため、千穂さんのオーバーオールを切り裂くことを思いつく。そのための刃物を調達しようと Y はある場所へと車を走らせた。西村氏は捜査の結果、 Y が刃物を入手できる場所が職員駐車場を越えた先にあることを突き止めたという。その後、駐車場に向かうさなか、大ぬか3丁目の路上で目撃されている。 Y が自らのアリバイを成立させるには、リンゴ園から千穂さんの車に乗る以外に選択肢はなかった。そしてその車をあえて職員駐車場に乱雑に止めることで事件の発覚を早め、結果として自身のアリバイをより強固なものにしようとした。不可解とされた数々の行動は Y による偽装とアリバイ工作を目的としたものだった。自ら車を走らせた西村氏は、この仮説の移動距離がおよそ27キロ、所要時間50分であることを確認。空白の90分間に Y による犯行は十分に可能だった。西村氏はそう結論付けている。
Y の犯行を示す物的証拠は残されていなかった。車内から見つかった複数の指紋は部分的に潰れているなど、いずれも不鮮明。DNA 鑑定がまだ黎明期にあった当時、遺体に付着した唾液は後年の鑑定を見据えて保全されることはなかった。犯行が Y にしか成し得なかったことを裏付け、自白を引き出す、それが残された道だった。しかし時効までおよそ3年半に迫った2004年3月、西村氏に告げられたのは他部署への人事異動だった。証拠がないのに一人の捜査員の思いで走るわけにはいかない。継続捜査を願い出た西村氏が得られた唯一の回答だった。その後、後任となった専従捜査員13名に Y への捜査が許されることはついになかった。なぜ警察は Y への追及捜査を行わなかったのか。その答えが明かされることのないまま、事件捜査は終わりを迎えた。時効成立の日、川坂隆県警刑事部長は会見の席で次のように述べた。これまで精一杯の捜査を尽くしてきた。捜査体制に反省すべき点はなかったと承知している。犯人はこれまでの捜査の中に必ずいる。歴代の捜査幹部が幾度となく繰り返してきた言葉。しかしようやく一筋の可能性を浮かび上がらせた捜査員の思いを断ち切ったのは他ならぬその捜査幹部だった。事件の背後にうごめく組織の歪み。一人の女性コーチの死の真相は、遺族の無念と父に向けられた根拠のない疑念だけを残し、深き闇へと葬り去られた。